令和何年だこれ。ググるか。西暦の下2桁から18を引いたら令和何年かわかりますよ。そんな計算方法が。マイネームイズオナルポルカゲームスターツリングマスターポルカと5つの木曜7時はポルカ。もうね、そんな立ちますかと。早いもんですな。ポルカさん、お疲れ様です。いずつくんお疲れ。今ね、令和ね、7年だって。そうですね、もう令和になって7年も経ったんですね。そうなんだよ。つまり、オマルポルカは令和にデビューしてるんだ。つまりホロメンの中には平成にデビューしてるものもいるんだ。確かに考えてなかったですけど、なんかオマルポルカって令和にデビューしてるんだって。今思ったのが、令和っぽいとか平成っぽいとか、これよく言うようになってません？平成っぽいってなんかあるかも。ポルカもよく平成っぽいって言われるよ。ツンデレやるといつもそう。いつまで寝てんのよ。もう早く起きなさい。こんな時間よ。今日は一緒に投稿するんでしょって。これ平成のツンデレ幼なじみヒロインだって言われる。思ったんですけど、何が令和の事象で何が平成の事象だったかとかって分かります？雰囲気じゃね？ドン・キホーテに灰色のスウェット上下着てキティちゃんの健康サンダル。平成っぽい。なるほど。やっぱちゃんと分かっておいた方がいいと思うんですよね、技術的には。確かにちょっと危機感を守った方がいいんじゃないかなっていう気はあるんですよ。今回の企画、第1回ポルカの伝説。なんだいこれ平成令和クイズ。危機感持つわ。平成っぽい。というわけで今回はポルカさんに令和っぽいとか平成っぽいをしっかり把握してもらうために、お題の事象が平成で起こったことなのか、令和で起こったことなのかを答えていただきます。人間の真っ当な世界の話だったらわからないかもしれない。今回はですね、井筒も参加させていただくので、一体どういう問題が来るのか分かっておりません。自信ないです、井筒も。じゃあポルカも自信ないって言っとこう。自信はないです。自信ないです。でもやっていきましょう。それが企画ですから。それでは第1問です。2019年4月1日は平成？令和？令和7年ってさっき言ってたやん。今は2025年やん。7引くんだよ。これ日付がどこだったっけって思うんですよね。4月1日じゃないの？ 4月1日じゃなかった気がするんだけどな。4月1日じゃなかったような気がする。根拠はその日がすごく暑かったとか記憶にない？単純に4月って始まりじゃないですか、年度始め。そんなにバタバタしてたかなって思っちゃうんですよね。年度ではないか。じゃあこれは平成ってことにしておきましょうか。まあ平成かな。おー、いいね。じゃあいいじゃん。正解を見ていきましょう。答えは平成です。やっぱりなんかそんな気がしたんですけど、2019年5月1日から令和になりました。5月？それこそ忙しくない？ゴールデンウィーク始まっちゃったじゃん。確かに。そうだったんだ。これも何、7年前なんだっけ？そう、知らんわな。それでは次の問題です。東京オリンピックが開催されたのは平成？令和？絶対こういう系来ると思ったもん。ちなみに覚えてる？オリンピックどのタイミングだったっけすら結構印象に薄いんですよね。4年に1回なはずだけど。それはそうなんですけど。で、去年じゃない？どっかのところでやって、さらにどっかのところでやって、でまたどっかのところでやってるんだけど、それが令和の中であったのか？
いやいやないないのかな。平成でしょ。平成ですかね。これ怖いですね。じゃあ技術も平成で。ポルカも平成です。それでは答えを見ていきましょう。はーい。答えは令和です。なん気持ち悪かった。2021年に開催されました。あまりに世の中に興味を持ってなさすぎました、私たちは。出場された方々、関係者の方々、本当に申し訳ございませんでした。嘘じゃん。あんたキンキンの話よこれ。結構キンキンを忘れてますね。だいぶキンキンですね。この後の問題も恐ろしいですね。急に簡単になあれ。はい、それでは次の問題です。はい。ポケモン GO が日本でリリースされたのは平成？令和？さすがに平成じゃない？そんなに経ってるんでしたっけ？結構前なイメージあるけどな。ポケモン GO。自分の iPhone とかの世代で遡ったらいつぐらいかとかわかんないかな。ポケモン GO インストールしてみました。とりあえずした覚えありますね。これが実家で遊んだ気がするもん。これその頃がいつだったかっていうと多分令和じゃない気がするんだよね。平成。じゃあ井筒は令和にしてみます。本当になんか令和入ってのタイミング、いやー微妙な気がしますねこれ。ギリ平成なんじゃないかな。では正解見ていきますか。はい。答えは平成です。2016年にリリースされました。10年前くらい。本当ですね。そんな前なんですね。ポケモン GO が来年は10周年で盛り上がるでしょうね。そうですね。なんか行った気がする。でも駅のリーダー倒しにみんなスマホ持ってみたいな現象になっててね。確かになってましたなってました。最近だとボルカモンハンナウだったけどな。それでは次の問題です。はい。夜遊び夜にかけるのリリースは平成？令和？なんかいいとこ持ってくるね。令和なんじゃない？最近っぽいし、やっぱり最近っぽいって言ったらもうあかんか。でも夜にかければポルカの中で今でも最近だぞ。記憶的には曲をね作ってらっしゃる方の曲をいっぱい聴いてた方なので、そのぐらいの時期ってもう令和に入ってたような気がするんだよなとは思うんですよね。別の方の楽曲で「言って」とかはさ流行ったけど、あれは平成とかじゃない？あれ平成でしたっけ？いやーこれ分かんなくなってきた。分かんなくなってきた。でもポルカは夜にかけるは令和な気がするな。5つも令和かな。だよね。はい。じゃあ答えを見ていきましょう。お願いします。答えは令和です。2019年12月15日に配信リリース。令和になった年に出てる感じですね。すぐや令和で最初にヒット曲みたいな感じのイメージかもしれないって感じです。令和の幕開け。はなるほど。い。それでは次の問題です。はい。ホロライブ3期生の初配信日は平成？令和？ポルカははい令和なんだよ。5周年を2025年に迎え、そこから逆算するんだ。4期生も多分令和で、4期生はなんか1月12月ぐらいをまたいでデビューしている。ポルカの前の年なのかこれは。それを考えた時に、はい。 3期生はそれより前だからギリギリなんじゃないのこれで。夏なんだよ、令和の年だったにしても令和なんだよ。もしじゃあ2019年仮に3期生がデビューしてたとして、はい。今年何年にやる活動は？周年で考えなきゃいけないですよね。そう、何周年で考えそうて開始でね活動。そうなってくると、これ4期生ははい。令和だけど3期生は平成だったりしない？もしかして平成かもしれない。令和の前の年の夏、2018年はいは8月。い。じゃあ井筒も一緒に間見させていただいて、あ、でもはい。じゃあそれではです答えていきましょう。答えははい。令和です。あんなに考えたのに
2019年の7月8月に初配信です。令和になってすぐに初配信ということで、みんなでも信じられる令和なんだよ。これはでも見てる方がショックなんじゃない？実はこんなに経っていたということ。令和って早くないみたいな。いやー本当ですね。令和に生まれた子今何歳なんだ？ 7 歳 ?6 歳か。6歳くらい。数え方ふわっとしちゃいますね、なんふか。わっとするね。すごいね。令和ちゃんも大人になったね。なんか気持ち悪くなってきた。まあね、ちょっとクイズ一通りやっていきましたが、いかがでしたか？やっぱりだけど、はい。分かってないね。正直、井筒も本当に全然分かってなくて、こんなに世の中のことを分かっていなかったんだっていうのと、反省会？っていうのと、そこの境目曖昧だなって思いました、やっぱ。僕たちちょっとテレビもちゃんと見なさすぎているところもあるし。まあでも今回のね、この企画のおかげで、まあちょっとだけでも、まあ令和っぽい、平成っぽいのね、違いはちょっとだけ分かるようになってきたかもですね。だから衝撃的だったやん。ポロメンもはい。 7周年迎えてたとか言ってて、もうとかみんな言ってたけど、令和は意外と早い。このライブってほぼ令和にできてるのか。 VTuber 文化ってほぼ令和バーってなってから、そうかもしれないですね。わーお令和わーワンダ勢いで。フォー勢い勢いで、ね。勢い。はい。iPhone X の発売は平成？令和？平成。平成？平成だと思う。あれでもわかんない。うわー。技術 10R 持ったことあるのに。いつだよ 10R 持ってたの。でもこれな、ギリギリ令和な気もしてきたな。ギリ令和をまあ攻めてる可能性は。これギリ令和攻めてるかもしれない、マジで。10は令和。じゃあ実は平成でいきます。お前なんだと。正解は来い。平成です。2017年11月3日に発売開始だそうです。技術やっぱ持ってたからちょっと大体この辺だったかなっていう当たりがね。なるほど、持ってると強いのか。はーい。わからんばい。